皆さんこんにちは。今日はゆねここの遺伝子検査をしてみたいと思います。今回はこちらの DNA ファクター子供の能力遺伝子検査で検査していきます。検査項目は学習能力、身体能力、感性の3つの項目があって、ゆねここは3つ目の感性を受けてみることにしました。感性のテストでは記憶力、注意力、忘却力、ストレス耐性、勇気、リスク管理がわかるそうです。この検査は0歳から検査ができます。また遺伝子は生涯変わらないため、早い段階から検査することで子供の持つ隠れた才能や能力をいち早く発見することができます。遺伝子検査の結果が全てではないと思いますが、遺伝子レベルから子供を見ることで今後の子育ての参考になるかなと思い、検査をしてみることにしました。それでは早速やっていきたいと思います。検査方法はとても簡単で、朝一番に綿棒で口の中のサンプルを取ります。サンプルを取る前はうがいをすることになっていますが、ゆねここのようにうがいができない小さな子供はお水を飲むことでもいいそうです。サンプルが取れたら乾燥させて変装用封筒に入れてポストに投函するだけです。結果は30日から60日ほどで出るそうです。それでは結果が届くのを待ちたいと思います。待ちます。はい、というわけであれから3ヶ月が経ち、結果が届きましたので結果の方を見ていきたいなと思います。結果はこんな感じで冊子になっています。まずは記憶力、注意力、忘却力、ストレス耐性力、勇気についての結果を発表していきたいと思います。ここでは繊細なタイプ、温和なタイプ、自己中心的タイプの3つがあるようで、ゆねちゃんは自己中心的タイプです。ここちゃんが温和なタイプで、それを詳しく言っていくと、まずゆねちゃんの解析評価が、やる気を作用する神経伝達物質ドーパミンが分解されやすく、些細なことは気にしない折れない心を持っていますが、時折ずうずうしく気が利かない自己中心的なタイプです。まあそんな感じもしなくもないか。確かにちっちゃいことは気にしない感じはするよ、自己中心的なタイプなのかまあ時折だからね、時々そうかもね時々そうかもね。そしてココちゃんがやる気を左右する神経伝達物質ドーパミンの分解が標準で温和なタイプです。そしてゆねちゃんの検査結果を元にしたアドバイス。ゆねちゃんはこの検査では GG 型自己中心的タイプとなりました。 GG 型はドーパミンが分解されやすく常にポジティブな傾向があり、些細なことは気にしないタイプです。ストレス耐性が強い傾向があり、失敗を恐れず突き進むことができるタイプです。しかし自己主張を誤ると人とのコミュニケーションがうまく取れなくなるかもしれませんので、普段から自己主張をする前に相手の意見や見解を受け入れることを先決にし、その後自分の意見を織り交ぜて主張する習慣を心がけていくと、うまくコミュニケーションが取れるようになっていきます。なるほどね。突き進むタイプなんだね。あんまり泣かないしね。泣く時は泣くけど、なんかちょっと嫌だったとしてもそんなに。いや、じゃあ自己主張を誤ると人とのコミュニケーションがうまく取れなくなるかもしれないんだってよ。じゃあゆねちゃんを育てる上では相手の気持ちを考えるように心がけないといけないわけね。
そして一方ココちゃんはこの遺伝子検査では AG 型温穴タイプとなりました。 AG 型はドーパミンの分解が標準で温穴タイプと言えます。共同生活や団体活動などのコミュニケーションはうまくいくことが多く、仲違いや争い事を起こすことも少ない傾向があります。周りから信頼される良き相談役のような位置づけになるかもしれません。その反面、リーダーのような自己主張も乏しくなる可能性もありますので、発言権を得た場ではしっかりと自分の意見が言えるように、大衆が集まるイベントなどには積極的に参加して、時には目立つ存在を意識させると、結果的に懐の深い教養のある逸材になり得るでしょう。そんな温穴タイプのお子様にも続けていただきたいトレーニングは会話です。特にこのトレーニングには親御様の協力が必要です。下記5項目を意識してチャレンジしてみてください。相手の顔を見ながら話を聞く。子供の話を集中して聞くようにします。ながら聞きはいけません。子供は敏感に察知しています。話を途中で遮らない。言いたいことがあっても決して途中で話を遮らないこと。話は最後まで聞いてあげることが大切です。親御様の意見は後回しを意識してみましょう。しっかりと相槌を打ったりうなずいたりする、ちょっとしたジェスチャーが大切です。話をきちんと聞いてくれるかどうかが子供にしっかりと伝わります。子供の感情を受け止め投げ返す。嬉しかったのね、楽しかったのね、嫌だったのねなど、子供の感情が現れた言葉をしっかりと投げ返すこと。子供は自分が受け入れられることを知り、感情を明確に表現し始めます。子供のことを見て心を込めタイミングよく褒める。見るからに子供が充実感を味わって気分が良さそうな時に褒めることです。子供は素直に感情を出すので、気分がいい時もすぐ分かりますよね。いい気分や嫌な気分といった感情の変化があった時に、その直前で行動に理由を結びつける人間の習慣を利用するのです。長っここちゃんのね。とゆねちゃんはとりあえず相手のことをまず考えさせる練習をしましょう。でここちゃんは自己主張をあまりしない可能性があるので、大衆が集まるイベントなどには積極的に参加して、時には目立つ存在を意識させるといいってことは、まああれだよね、ほっぺ会集会ほっぺ会集会で発言させましょうという感じか。なんかゆねちゃんは2人とも喋れるようになったら、ココちゃんの話をゆねちゃんじっくり聞くっていうそうだね感じじゃない、妹の話を聞いてあげる、でそれに対して自分はどう思ったかを話すっていう練習をすると、2人でその高め合えるじゃんという感じらしいです。面白いね。てか全然なんか違うね2人続いてリスク管理について結果が出ています。リスク管理については、完全リスク回避タイプ、リスク回避タイプ、リスクをちょっと気にするタイプ、リスクをあまり気にしないタイプ、リスク度外視タイプの5個があるようです。その中でゆねちゃんはリスクをちょっと気にするタイプ、ココちゃんはリスク回避タイプなので、ココちゃんの方がリスクを気にする感じです。でもう少し詳しく読んでいくと、ゆねちゃんの遺伝子型は CT プラス AG 型でした。このタイプはリスクに少し臆病で、無謀なチャレンジはある程度回避するようなタイプと言えます。リスク管理の遺伝子は、お金の損得のゲームに対してどのようなプレイスタイルで挑むかという実験で、リスクの取り方と SNP の関係性について調べられたものです。ではリスクとは一体どういったものを指すでしょう。健康やお金は容易に想像がつくと思います。しかし天秤にかけるものはそういったものばかりではありません。多くの人がリスクとして自覚できていない、そのほとんどは時間なのです。例えばバスに乗り遅れそうで、しかも目的地はどのバス停で降りればいいのか調べることができていないとします。その時まずはバスに乗るのか目的地を調べるのか、人それぞれの選択肢があるでしょう。とりあえず乗っちゃえってタイプと、ちゃんと調べてから乗るタイプ。そうそう。でバスが行きそうな場合、
ゆねちゃんのタイプの人は両者に分かれ、乗り遅れたことによって起こる問題の度合いまで考えるようなタイプの人かもしれません。持たせている相手が上司なのか後輩なのかでさらにリスク判断するかもしれません。つまり中和的でありながらリスクに対しては二極の性質を併せ持っていると言えます。時間をリスクとした時に間違えて乗ってしまった時に起こる大幅な遅れという結果を回避することを選びます。結果的に少しの遅れは生じるかもしれませんが、大失敗を逃れることができるでしょう。判断さえ誤らなければ100点もありえます。その反面70点や80点の結果を求める考えができる柔軟なタイプと言えるでしょう。こういった判断は時の運などでも大きく左右されています。失敗が積み重なったりしてもどちらかに偏ることなく冷静な判断ができていいでしょう。いいってことまあでもいいんじゃない？まあね、場合場合で考えるって感じでしょ。臨機応変にできるタイプ。その時その時で考えるタイプ、なるほどね。そしてココちゃんはゆねちゃんよりリスクを回避したいタイプ、リスクを気にするタイプ。ココちゃんの遺伝子型はリスクに少し臆病で無謀なチャレンジは基本的に回避するようなタイプと言えます。ココちゃんのタイプの人はまずは目的地を調べるタイプの人の可能性が高いのです。時間をリスクとした時に間違えて乗ってしまった時に起こる大幅な遅れという結果を回避することを選びます。結果的に少しの遅れは生じるかもしれませんが、大失敗は免れることができるでしょう。0か100かというものの考えではなく、70や80の結果を求める考えができる柔軟なタイプと言えるでしょう。こういった行動の積み重ねにより企業の重役や重要なポストを担える信用度の高い逸材になる可能性があります。その一方でリスクを取ることに臆病であるとも言えます。ここぞといった勝負時に前に出る一歩が踏み出せなかったり、行動する前に結果を決めつけてしまう可能性もあり、大きなチャンスを早々に逃したり行動力の弱いタイプになりかねるとも言えるでしょう。いざという時は背中を押してくれる同志や家族の支えが大きな力になるでしょう。さっきの結果に合ってるね。合ってるね。でもなんかココちゃんの方があんまリスクとか気にしないタイプだと思ってた。ゆねちゃんの方が慎重だと思ってたね。だからゆねちゃん以上にこれからココちゃんの慎重性が見えるってことだね。だね。歩くのとかもめちゃくちゃ慎重だったもんね、ゆねちゃん。だからゆねちゃんは時には0か100の考えに出て100点を取る可能性もあるけど、基本的には70、80の結果でもいいって感じを選べるタイプ、でココちゃんは基本的には0か100の0があるんだったらそれを避けたい。で70、80でもいいでしょうっていうか、が無難だよねっていうタイプ。場合はゼロには絶対にゼロがならないようにしたい。だから積極的な行動ができない可能性があると、だからそういう時にもしチャンスがあってもそのリスクを取りに行けない可能性があるから、そういう時は家族や友達が背中を押しましょう。やってみたらと感じみたいです。なんかあれだね、ココちゃんの方が育てんの大変そうだねみたいです。面白い。続いてストレス耐性について。ここでは落ち込みにくいタイプ、バランスタイプ、落ち込みやすいタイプの3つがあります。ゆねちゃんはバランスタイプ、ココちゃんもバランスタイプです。2人とも一緒ってことか。じゃあストレス耐性についてはゆねちゃんもココちゃんも一緒でバランスタイプです。じゃあ読んでいくと、ゆねココの遺伝子型は SL 型でした。このタイプは落ち込みにくいタイプの人ほどではありませんが、比較的ストレス耐性があり、トラブルに遭った時にはあまり落ち込まずに次へと進めるバランスタイプです。また人生において落ち込むことは悪いことではありませんが、
時と場合により感情に流されたり流されなかったりするタイプです。うまくストレスと付き合いながら感性を育てていけばいいでしょう。はい、ということで解析結果を読んでいきました。結果が全てじゃないとは思うけど、これから大きくなっていくにつれてお話もたくさんするだろうし、でなんかこうなんていうの、1人だったらまたあれだけど2人とものやつが分かったから、そのココちゃんの話をゆねちゃんがじっくり聞くとか、なんか2人で一緒にどうやってその成長できるかっていうのが分かってよかったんじゃない？タイプが違ったから余計に。確かゆねちゃんに話いっぱい聞いてもらおうね。とりあえずゆねちゃんは人の気持ちを考えることを練習しましょう。ココちゃんは自分の意見を言えるように。多分でもさ、あれじゃない？ゆねちゃんは若干パパに、ココちゃんはママにって感じじゃない？かもね。内容的になんとなく。今回の結果を元に子育ての参考にしていきたいなと思います。まあ面白かったからよかったね。確かにそうやってみてよかった。意外性はあったね。なので皆さんももしお子さんの性格や自分の性格が気になる方は遺伝子検査をしてみてもいいのではないかなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。